いろいろなキャラクターデザインの開発に携わった中で、思い入れのあるロックマンのキャラクター、敵味方問わずありましたらぜひ教えてください。はい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 。そうですね、やっぱりイエローデビルかな。泣かされましたね。あれはね、本当何回やってもクリアできなかったですあれ、まあ僕のデザインではないんですけれども、はい、あれも何回も何回もくじけずにやってるうちにものすごい余裕で倒せるようになっちゃうんですよね。コツなんですよね。あれはでも自分ちゃんと本当になんですかね、攻略できたっていうふうにいまだに思ってないんですよね。なんとかエレキマンのあれを使って、タイム連打っていう技があって、それを使ってなんとか倒したっていう記憶しかないので、イエローデビルは大ジャンプと中ジャンプですかね、ジャンプのその高さをちゃんと調節して飛べる人じゃないと攻略できないと思うんですよ。それが上手い人が自然とできるようになるんでしょうけどね。当時は衝撃だったはずですよ、そのリズムで飛ぶっていう、だからもう言ったらイエローデビルは目つぶってでもできてたんですよ、リズムさえ覚えれば。だから何ですか、今でいうところのダンスレボリューション、太鼓の達人とかの達人たちのように僕らはイエローデビルはもう目つぶってでもクリアできましたから。もうタイミングというかもう覚えちゃってるんですね。はあ、なるほど。他には何かありますかね、そういう思い入れのあるキャラクターというか。メカドラゴン。先ほどもお話が出ましたけども、メカドラゴンのところのブロックです足場ですよね。ロックマンがぴょんぴょん飛び跳ねていきながらどんどん消えていってしまうあのブロックです。あれは、通常よりもより少ない色数で作らなければいけなかったんですよ。もっと噛み砕いて言うと、一色で作らないといけなかったんですよ。あれはよく見てもらうと、一色じゃんって分かるんですけど、一色でなんていうんですか、ブロックを立体的な柄、ブロックの柄って変ですかね、模様というか、そうなんですよ、影をつけたりしてるように見せるにはどうしたらいいかっていうのをいろいろ考えてたどり着いたのがあの形だったんで。あれ一色なんですか？一色ですよ。そうですか。通常あそこをスクロールで作るとなると当然3色使えたんですけど、あそこオブジェで作ることになってたんで、あれオブジェなんですけど、あれは1色しか色が使えなかったんです。そうですか。すごくなんか立体的に見えてたのは基本2色って言われてたんですけど、その2色のうちの1色は黒なんで、あと白しか使えなかったんですよね。なるほど。その辺もちょっと今のお話を聞いて見直してみるといいかもしれないですね。見てみよう。かなり苦労して作りました。そんなロックマン2はですね、プレイステーションネットワークからダウンロードして、プレステ3と、プレイステーションポータブル両方で遊べるというですね、大変お得な、設定になってますという宣伝も兼ねつつ次の質問に行きたいと思います。必要ですよ